こんにちは、ちゅんころもちです。夢だった田舎暮らしを30歳でスタートしました。今回はあなたが田舎移住に向いているか向いていないかというお話です。3つの質問をしますので、自分が当てはまっているかいないかちょっぴり考えながら見ていただけたら嬉しいです。早速いってみましょう。まず1つ目の質問です。何でもない日常を楽しめますか？些細なことに思えますが、実はこれが一番大事かもしれません。当然ですが、田舎は何もないです。あくまで家庭ですが、想像してみてください。カラオケもない、居酒屋もない、今時の洋服屋さんもないし、おしゃれなランチのお店もないです。買い物は決まりきった一つのスーパーで、必ずと言っていいほど知り合いやご近所さんに会います。そんな場所が好きだ、幸せだと感じられる人は、田舎移住に向いていると思います。正直、田舎暮らしは毎日ほとんど同じことの繰り返しで刺激はないです。その分、ほんの少しの変化が大きなニュースになったりもします。季節の花が咲いたとか、ここに新しい店ができたとか、家のあれこれが壊れたとか、たったそれだけのことでも酒の魚になるくらい大ニュースなんです。都会に住んでると毎日いろんなことが起こりますし、自分で選択して様々な場所へ足を運べますよね。今日はこんな事件があった。あの人に連絡しなくちゃいけないとか、今日はバーで飲む気分だから電車に乗ろうとか、明日も朝から会議だなとか、いろいろなことにせわしなく忙しくて、一つ一つを噛み締める余裕がないと思います。そして、より新しいもの、より珍しいものを求めるあなたは田舎暮らしには向いていないでしょう。おそらく退屈で死んでしまいます。都会に住んでいても金木犀の香りに足を止めて、一句読みたいなーなんて思うあなたは田舎暮らしに向いていると思います。田舎へようこそ。何もないがあなたを待っています。そして2つ目の質問です。あなたも自然の一部であるということを理解していますか？いつもの平凡な日常を突如としてぶち壊す自然。手塩にかけて育てた野菜が一晩で台風にやられたり、鹿やイノシシに食べられたりもします。大雨が降れば土砂崩れや川の氾濫とも隣り合わせで、雪が降っても都会のようにすぐに除雪はされませんし、都合よく晴れてくれたりもしません。雨だからカラオケやビリヤードをしようとか、映画館に行こうなんていう選択肢もありません。都会に住んでいても理不尽だなと思うことはたくさんありましたけど、田舎に住むと本当に自然は理不尽極まりないものって実感します。でもだんだんと慣れてきます。そしてそもそもそういうものなんだなって理解してきます。よく害獣とか害虫なんて言われますが、イノシシも鹿もクモとかゴキブリもずっと前からここに住んでたわけですよね。そこに私たちが移り住んだだけの話です。台風は毎年来る。それでも毎年野菜を植えるだけ。何も理不尽じゃない。そう理解できると、なんだか自然の一部になれたような気がして、とても幸せです。私たちの畑の先生でもある隣のおばちゃまは、大事に育ててきたユリ根を一晩でイノシシに食べ尽くされてしまいました。土は掘り返されて見るも無残な状態でした。近所の人たちが大勢集まって、やられたかって今日の話題になります。落ち込んでしまうかと思ったおばちゃまは、また違うものを育てられて幸せだって笑ってました。素敵ですよね。そもそも日本人と西洋人とでは宗教観に違いがあります。神様が人間に自然をコントロールするように任せているっていうのが西洋のキリスト教。理不尽な自然こそが神様というのが日本の神道。それってなんかわかる気がしてきませんか？日本の自然はコントロールできないですよね。まず災害が多すぎます。それから西洋は海洋性気候のため植物の種類も量も少ないですが、日本は温暖湿潤気候なので、どんなに草むしりをしても1週間もすれば、あれ獅子神様来たかなっていうくらい豊かな緑に元通りです。私たちの住む別荘地は山の中なので余計にそうですね。つまり計画的に生きて計画通りの成果を上げるのが好き。努力した分報われないなんてありえないって思うあなたは残念ですが田舎暮らしには向いていないかもしれません。来週収穫しようと楽しみにしていた里芋を鹿に食べられても、また神様に見すげて自分幸せですって思える謙虚なあなたは田舎暮らしが向いています。いたずら好きの自然の中で育てた野菜や自然が育んだ山菜は格別に美味しいです。
あと、うちの里芋をたくさん食べた鹿は絶品なはずなので、伊豆に来た際はぜひ鹿肉をお召し上がりください。そして3つ目、最後の質問です。孤独を愛していますか？これも大事なことです。事件がたまにしか起こらない田舎の日常では、家族や自分自身と向き合う時間が当然多くなります。近所付き合いはほどほどにあっても、自分と同じような世代の人たちは周りにいないかもしれません。実際うちの別荘地でも、近所で一番年が近い人でも私たち夫婦と20以上離れています。そうすると普段の遊び相手は家族か自分自身だけになりますよね。私たち夫婦はいつも仲良くおしゃべりしてゴルフして庭や畑をいじってお酒飲んで、とっても円満です。でもそれは田舎に移住したからではなくて、田舎に移住する前から仲が良かったっていうことです。移住したことで話す時間も多くなってさらに仲良くなりました。なので田舎に来れば心穏やかになって夫婦仲が良くなるって思っているのは勘違いです。仲のいい夫婦はより仲良く、そして仲の悪い夫婦はさらに仲が悪くなるだけではないかなと思います。何もない日常はごまかしが効きません。例えば映画や音楽、テーマパークなどのアイテムがないと仲の良さが継続できないようなカップルとかご夫婦には田舎暮らしが向いているとは言えません。家族だけ、もしくは独身の方なら自分だけで生きていく覚悟がありますか？私たちの住む別荘地は山の中にあるので、大雪や土砂崩れが起こると陸の孤島になってしまいます。食料などの備蓄は別荘地の管理事務所がしてくれていますが、閉ざされた何もない空間でどれだけ生きられるでしょうか。ちなみに私たちはいくらでも大丈夫です。少なくとも1年閉ざされても問題ありません。孤独でも山を降りられなくてもやることがたくさんあるからです。本を読んだり、本を書いたり、勉強したり、ゲームしたり、畑やったり、ペットたちと過ごしたり、いろんな妄想を膨らませたり。私たち夫婦は2人で住むのも1人の時間もどちらも大好きなんです。実際には近所の方々にいろいろ助けられたりとか、少しずつこの土地でもお友達が増えてきましたけれど、極端な話、家族だけ、自分自身だけでも楽しめる覚悟がありますか？近所のおじいちゃんおばあちゃんたちと仲良くなれても、年齢的にいずれは自分だけになってしまうかもしれません。そんな時でも孤独とともに生きられるでしょうか？悲しいけど、それが現実です。孤独が不安な人は都会、もしくは地方都市に住むのがいいかもしれません。孤独大好き、非常に狭いコミュニティでも全然問題ないよっていう人は田舎が向いていると思います。さあ、まとめです。田舎暮らしに向いている人かそうでないか診断テスト。1つ目は、何もない日常を楽しめますか？ 2 つ目、自分も自然の一部であることを本当に理解できますか？ 3 つ目、孤独が好きですか？すべて当てはまる方は絶対に田舎暮らしが向いていると思います。一緒に田舎ライフを楽しみましょう。当てはまらなかった方はもう少し考えた方がいいかもしれません。好まない環境に暮らすのはそんなに甘いことではありません。田舎のいいところだけを見て移住しても後悔が多くなって都会に逆戻りになってしまうかもしれません。もちろん一度田舎移住してみて合わなければ都会に戻るというのも若いうちならそう難しいことでもないかとは思います。ただ都会に戻れるんだしっていう心持ちで移住するよりも、ここで生きていこうっていう思いで移住した方が暮らしも楽しいですし、人付き合いへの気持ちも変わってくると思います。気に入った土地に骨をうずめる気持ちで移住してじっくりゆっくり大地と向き合って過ごしていくのってなかなかいいものです。以上が田舎暮らしに向いているか向いていないかの根本的な診断テストでした。虫が苦手かどうかみたいな細かい質問は今回は飛ばしました。大丈夫です。虫なんてすぐ慣れます。多分。田舎暮らしをしてみたい方、すでに田舎暮らしをスタートしている方、ぜひチャンネル登録お願いします。一緒に情報交換して田舎暮らしを充実させましょう。それでは今回はこの辺にしようと思います。実際に田舎移住した方の暮らしやアドバイス、感想などコメントいただけたらありがたく読ませていただきます。取材をさせていただける個人の方やお店も随時募集しています。YouTube や SNS などで情報発信している方とのコラボも大歓迎です。詳しくはお気軽にご連絡ください。田舎暮らしをテーマにいろいろな動画をアップしています。よかったら他の動画もチェックしてみてください。ブログも概要欄に貼ってありますので、ぜひ遊びに来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。